皆さん、こんにちは。IPA 国際不動産エージェントです。本日も弊社ウェブセミナー、融資で買おうメルボルン近郊40万ドルからの収益戸建てをご視聴いただき、誠にありがとうございます。オーストラリア三大都市のうちの一つ、メルボルン。人口500万の都市としては世界で最も南に位置しております。人口増加により、都市部の西部北部には住宅地が拡大しており、メルボルン住民の多くに人気の土地付き戸建て。本日はそのメルボルンの、融資で買える40万ドルからの収益戸建て物件をご紹介いたします。それではまず、本日のプレゼンターをご紹介いたします。はい。まず、弊社副代表、不動産大好きまなちゃんこと鈴木学。皆様おなじみだと思いますが、本日も鈴木学の、前座講演10分ほど最初にお届けいたします。その後、現地からは、ハンテージホームズ社のピーター・クーマーさんにお話しいただきます。ピーターさんは建設業界歴20年以上のご経験で、メルボルン、英国、マレーシア、香港の実務経験があり、現在はシドニーで、住宅や投資系の物件作りをメインに取り組んでおられます。そして今日はもう一方、ジョシュ・カーニングさんにもお話しいただくと思います。はい。それからもう一方ですね。コメンテーターとして現地から鶴美恵さん。この方も皆様にも、弊社のオーストラリアセミナーではおなじみですね。鶴さんはオーストラリア在住で、2010年独立。弁護士事務所の勤務を経て、現在は、ビジネス、法律、教育、投資不動産の4つを軸としたビジネスコンサルタントをして、日本の投資家の皆様をサポートされております。それでは早速ですが、鈴木さん、スタートよろしくお願いいたします。じゃあ、はい、スクリーンシェアをいたします。はい、どうも皆さん、こんにちは。鈴木でございます。はい、いつもありがとうございます。最初の10分駆け足ですが、今回はオーストラリア・メルボルンの物件紹介ですけど、融資引いて買おうぜという、ことにフォーカスした簡単なお話をいたします。ですね。これですね。はい。基本的にオーストラリアというのは、平均所得とか産業構造的にはもう完全に先進国、法制度的にも先進国レベルなんですけれども、移民が入ってくるで、それから自然増加もあるので、人口が毎年 1% 以上、増加し続けている国です。今年は、というか去年かな、コロナもあって、移民が入ってこなくなりましたけど、自然増加があるので、人口は相変わらず増えている国です。で、オーストラリアはこの衛星写真を見ればわかるように、国土の中で、海岸部の6つか7つ、8つぐらいの都市に人口が極端に集中をしておりますので、そういう場所に職場があって、人間が暮らしやすい状況が整っているので、基本的にオーストラリアに入ってきた人間はこの大都市のいずれかに住むということで、非常に不動産投資の、焦点が絞りやすい国ですというところです。で、今回は一番南にあるメルボルンという町ですが、シドニーと並んでオーストラリア2大都市の一つで人口500万人います。で、オーストラリアの不動産投資は私も18年ほどやってきましたけれども、18年やった感想を一つ言うと、要するに4つにメインが絞られます。基本、弱い住宅供給能力。あんまり住宅をたくさん作る能力が高くない。常に、住宅は不足をし続けています。40年間ずっと続いています。で、その割に人間は増えます。で、都市に集中をします。なので、都市圏は常に、住みたい人よりは、住宅の方が少ない。逆に大家には有利、な、状況がずっと続いています。法制度的にも社会習慣的にも大家さんの方が、強く守られるというところと、あとはオーストラリアの国の富ですね、国富の多くの部分が不動産なのでですね、はい、その不動産をマーケットを壊さないというですね、非常に、賢いガバナンスをしている、国なので、そのオーナーになるまでは、それぞれその、割増印紙税を払うなり、
お願いします、買わせてください的なところがある国なので、ちょっと大変な面もありますけど、不動産オーナーになったらすごく楽できて、いい思いできる国です。というところです。はい。で、次に、基本、オーストラリアのいいところ。これ、オーストラリアだけじゃなくて、欧米圏全体にですね、できることなんですけど、基本的に不動産価値が上がりやすい。普通は上がる。はい。黙っていても上がるという、お国柄がある中で、銀行融資を使うとですね、基本、英米圏の、銀行というのは、担保価値を評価をしますので、例えばの話、1軒目オーストラリアで借りました、不動産価値が上がりました。その部分は空き担保として評価されるので、現金手出しなしで2軒目買いませんかみたいなお話が来て、2軒目を買う。で、その2軒目も値上がる。そしたらまた、その担保価値をつけて3回目、4回目みたいな、そういう、一つ一つ増やしていくというですね、ことが、かなり有利にできますし、私も、それを実践をしてきました。はい、その、借り換えっていうのはリファイナンスというふうに、言われます。そうです。で、私自身はオーストラリアでまず2002年、これ自分がオーストラリアに住んでる時にシドニーで、買ったマイホームですけど、今でも持って貸しています。で、この物件も、倍以上に値上がってですね、その値上がりを、使って今度はブリスベンという街で、デュープレックスという、ニコイチ物件を、買いました。こちらもですね、資産価値が上がってくれてですね、で、つい3つ目、メルボルンですね、今回の紹介物件の近くに、で、全く同じタイプの新築物件を私が買いました。はい。2月11日、土地決済したばっかりで、今は、市役所の許可を得て、うまくいけば3月末か4月ぐらいに、着工して9月ぐらいには、建物できてくれるということなんですけど、こちらも、リファイナンスで買っておりまして、このオーストラリアわらしべ長者って書いてあるところで、要は、1軒目買います。で、また融資を使って2軒目、3軒目っていうのが、わらしべ長者に似てるお話になるのでですね、私の場合これずっと、やり続けてきているんですけど、基本的に嬉しいことにシドニーとブリスベン、それぞれ資産価値が上がって、くれたおかげで、最後に買っているメルボルンの戸建ては52万5千ドルの物件は、借金なしで取得することができておりますということで、ただで、戸建て1軒ゲットできたぜ、みたいな、そんな感じになります。はい。で、弊社の場合ですね、世界融資対応が、可能な、おそらく日本で唯一の会社なんですけど、それはオーストラリアに本拠を持つですね、ボーダレスモーゲージャーグループという会社と、専任パートナー契約で、がっつり協業しておりますが、この会社は、おそらく世界最初に、世界26カ国350以上の金融機関と提携をして、どの国であってもこの26カ国にあれば、融資がつけられますよという会社です。で、ヨーロッパ中近東だと、ほぼ主だった国、マイナーな国含めて、これだけ融資対応できる国があります。北米は、カナダ、アメリカですけれども、アメリカ50州全部で、融資の対応が可能です。どんな田舎な州、どんなマイナーな州であっても、融資はつけられます。アジア太平洋だとオーストラリアも含めて、東南アジアのいくつかの国は、融資の対応が可能ですというところで、このサービスと我々、はい、協業して皆様の融資を受けてオーストラリアで、資産形成始めようというサービスが、できるようになっております。で、今回のメルボルン案件が融資に向く理由というところなんですけど、さっきも言ったように、オーストラリアは不動産オーナーの権利が非常に圧倒的に強いです。売り主の方が買い主より偉い。オーナーの方が借り主より偉いというのが、この国の基本的な形です。
つまり、不動産売買になると、土地でも建物でも当然売り主の立場の方が強いです。で、基本的に一つの土地区画が出たら、まあ、2人、3人、4人、基本、取り合いになることが多いということなので、売り主は基本的に、買う側より立場が強いということで、結構、買う側からすると振り回されることも多いです。私、最近メルボルンで戸建て買ったんですけど、今回は、ファーミテージホーム社の、プレゼンターとして招いて、同社と我々がっつり組んでるんですけど、たまたま私が買った土地の場合は、他の会社が土地の売り主だったのでですね、結構融資つけて買うときにですね、今すぐ買わなかったら、罰金取るぞとかですね、結構かなり苦労をしました。はい。相当大変ということは確かなんですけど、今回に関して言うとですね、このスカイラークライズ分譲地、メルボルンにある、ここはファーミテージホーム社が独自、自分で持っている、売り主として売る、分譲地なので、融通が利くというところがですね、かなり融資を受けて買いやすいという、状況につながってきます。はい。で、後でつぶさんにもコメントいただくんですけど、皆さんご存知の方もいると思うんですけど、オーストラリアでは、基本的に、永住権を持っていない非居住者の場合は、新規開発物件しか買えないのが原則です。新築のマンション、あるいは、これから、建築する土地を買うことはできます。はい。でも、中古の流通している物件というのは基本的に買えません。で、FIRB というですね、土地、オーストラリア不動産購入許可みたいなものを申請しなくてはいけなくて、その申請料金もかかったりします。ということはご理解ください。でこれが最後になるんですが、オーストラリアは、自国の不動産マーケットをその投資家の爆買いから守るためにですね、割増で印紙税を、取っているということです。で、メルボルンに関しても割増印紙税はかかります。はい。なので、オーストラリア、地元の方が払う、印紙税に加えて割増で 7% とか払わなくちゃいけないんですが、ただ、土地付け戸建てだと、その割増印紙税は土地分にしかかからないので、マンションとかを買う場合に比べると、印紙税負担は半減以下ということで、かなり有利な買い方になるということですと。ここまで頭に入れていただいた上で、はい、ジョッシュさんにバトンタッチしますので、はい、私のお話は終わります。ありがとうございました。Okay, Josh, you can share the screen. Thank you very much. Just getting that now. Good. So firstly, I'd like to thank everybody for attending and taking some time out of your day today to learn about some properties here in Melbourne. We've got some fantastic opportunities which we'll go through and working closely with Mr. Suzuki and the team there. So I thank you for that. Thank you. Sorry, Josh, would you be able to make it the full screen mode if possible? Yeah. Full screen, I think, hey, yeah. Okay. Yep. Perfect. Okay. Yep, you can go ahead. Yep, perfect. So to give everybody an understanding of who Hermitage Homes is, we've been in the industry now for over 20 years. We were established in 1997. We've got a fantastic reputation with our clients and also with land developers and everybody else within the industry. In 2019, we were awarded the most professional home builder here in Victoria, and that is based off quality of builds, customer service, customer satisfaction, and much, much more. Based on the fact that we've been in the industry for 20 years, we've built over 5,000 homes for customers. Many of those clients have been coming back to build with us a second, third, fourth, or even an eighth time. That's where we know that our success is paramount because we've got repeat business with our clients. Okay, thank you very much. はい、ジョッシュさん、今回の講師は、
ファーミテージホーム社というですね、メルボルンのあるビクトリア州でも創業20年以上、1997年に創立した伝統ある、住宅デベロッパーの、所属している方ですと。で、この会社は2019年に、その顧客満足度、オーストラリア、ビクトリア州トップの、賞を得ていて、基本的に、お客さんもリピーターが多くてですね、非常に安定したビジネスを経営されている会社です。OK. Yep. In addition to winning the Most Professional Home Builder Award in 2019, we were the national finalists to be the most professional home builder for the whole of Australia. Wow. We were the finalist in Victoria in 2020, as well as being a finalist in 2017 and 18. Wow. And in addition to that, we have been the Australian Achiever Award winner for the last 3 years in a row. Wow, nice. Yep. このファーミテージホーム社はですね、もうオーストラリア全体、この業界全体でも非常に知られている会社で、ビクトリア州を代表として全豪で一番プロフェッショナルな、住宅ビルダーというか、デベロッパーということで、何度も決勝戦まで進出しているというところで、大きな成果を上げられている会社です。OK. Yep. Hermitage isn't just a home builder here in Victoria. We've done some fantastic things and diversified our assets to make sure that we are providing the best quality service and everything to our clients. But in addition to that, we want to make sure our company is extremely stable. Whilst we're a small to medium-sized builder, we are much larger in what we are doing with our land estate purchases and our hotel. In addition, as I said, to being a builder, we have a hotel, which is a 4.5-star hotel in Melbourne, in Richmond, Element by Western. And then we have an 1,100 lot estate in Springridge, in Wallen, which is called Springridge. And then we also have a 217 lot estate in Melton South called Skylark. And that's what we're talking to you about today. Okay. Would you want to mention about the hotel stay special? Yeah, of course. For anyone who's looking to purchase in our estate and purchase with Hermitage Homes, we would be more than happy to put them into the hotel. As I said, it's located perfectly in Melbourne in a suburb called Richmond, right near the sporting precinct and also very close proximity to the Melbourne CBD. So for anyone that is looking to purchase and they would have to go through the deposit process, sign contracts and all of that sort of stuff, we would be able to put them up at the Element Hotel in Western, and we would be very, very excited, very humbled to have you at the hotel. Yep, thank you. ファミテージホーム社はですね、このメルボルン都市圏においてですね、住宅だけでなくてですね、商業物件ですね、特にホテルとかですね、商業施設を建てていらっしゃいますと。で、私も同社の顧客でして、実際一軒買ってるわけなんですけれども、そのオーナー特典として、このファミテージホーム社が作っているホテルに、宿泊できるという特典がありまして、私も今度家族旅行でちょっと泊まらせていただこうかなと思いますけど、メルボルンの街中にリッチモンドというすごくおしゃれなメルボルンらしいスタイルのある場所に、ホテルが建っておりまして、観光にも最適かと思います。OK, yep. These are some comments, just very quickly, these are some comments from our clients. Yep. Whilst winning awards and things like that are fantastic, what we want to show all of you out there looking to purchase in Australia is that Hermitage provides great quality service. We over-communicate on the build process. We make sure that we provide you with updates of build status and where we're at, whether we're at base stage or frame stage. And another thing that's extremely important to us is to ensure that if we're getting repeat business, that's where we know we're successful. Winning awards is one thing, but repeat business is the key for us. This particular client here has built, I think they're up to their between 6th or 8th home with us. That's where we know that we're successful. And then here we have some other ones which are first-time investors. But for us, if we're getting that repeat business from our clients, that's because we're delivering a great quality product.
we're servicing the clients and giving all of you the updates on the build progress, and you're getting that capital growth as well as that rental yield. We build properties to make sure that you're getting a second, third, and fourth home. はい。この会社さんはですね、当然、住宅開発をされていますけれども、当然、開発の途上でいろいろですね、建築の進捗状況とかですね、今どこまでできてるかみたいなところもですね、適宜、オーナー様にアップデートしますし、長期的な利益とかですね、顧客満足というのを非常に、大事にする会社でですね、はい。その意味でも評価されていることです。で、私からコメントしますと結構ですね、やっぱり我々、鶴さんもそうなんですけれども、組むデベロッパーさん選んでます、相当。結構厳しくですね。変なデベロッパーさん掴むと私も経験あるんですけど、結構大変なんですよ。商売する上でも、オーナーになる上でもですね、ちゃんと、そういうことが起こる可能性が低いところをかなり厳選しておりまして、はい。その意味で我々のメガネにかなっている、業者さんであることは、間違いないです。というところです。OK, yep, please. This infographic here gives you a really good representation of what you get when building through Hermitage. So what turnkey means is when we give you the handover, on the day of the handover, either yourself or your tenants can move in on that day, so nothing more needs to be done. We are not a home builder that has hidden costs, as everyone will know that has built through Hermitage before. When we supply you with a price, it is the fixed and final price. That includes landscaping, driveway, fencing, blinds, lights within the house, the site costs, and everything in between. When you build with Hermitage, everything is included in the price, and you are able to progress to get tenants in there as quickly as possible. The most important thing for us is making sure we deliver that great quality home that we can get tenants into straight away. はい。同社のですね、住宅物件なんですけれども、一つの特徴、ターンキーというのは、キーを、要するに鍵を差し込んだら、それで開けたらもうすぐ使える。もうすぐ住めるという意味です。なので、オーナー様としても、賃貸、賃借人としてもですね、もうこれはすぐ、住める状態で、物件を引き渡します。で、いろいろ、業種によってはオプションつけたりですね、もともと言ってた価格と、全然、オプションとかつけて、やたら高くなったりみたいなこともするんですけど、このハーミテージさんの場合はですね、基本的にこのターンキーの状態にするまでのコストも最初から、ちゃんとお伝えして、それ以上かかりませんよと、はい、いうふうに、契約価格もちゃんと決めてくるというところが特徴です。Yep, okay. The next. This is to give a very visual representation of what's happened in the property market across, in particular, Melbourne, through every crisis, whether that's the financial crisis in 2008, whether it's the Asian financial crisis in 1997, sorry. As you can see from this graph, every time there was a crisis, the property prices continued to go up. This is a really good representation of what's going on in the market now in Australia. We've gone through COVID-19 and Australia has handled that incredibly well. And coming through with some vaccinations and a number of different things, but Australia has done very well out of it. But what the property market is starting to do is starting to bounce back and recover extremely quickly. So for anyone that is interested in buying, my suggestion would be to be purchasing that property now so that you can get that capital growth. You will start to see that nearly immediately. はい。基本的に今この、図に出ているのはこのメルボルンの住宅のミディアムプライス、つまり中央値ですね。それの推移なんですけど、各40年間基本的に右肩上がりしてきているということと、あともう一つは、いろいろな経済危機ありましたよね。リーマンショックだとかですね。はい。今回のコロナとかですね。そういう危機が起こってもですね、だいたい1年ぐらい、ちょっと調整局面があって、また回復をするというですね。非常に安定したですね、価格の推移をしています。それはオーストラリアって基本、
不動産というのは非常に安定したアセットなわけで、そういう、皆さんが、その安定した不動産、マーケットで、資産形成されているというのが大きいと思いますし、コロナに関して言えば、非常にオーストラリアの国全体で、封じ込めとか、ワクチンとか、その辺もうまくいっているというところがあって、これからも順調に上がっていくと、予想されます。Yep, right. This year is called the Urban Developer, which is a very prolific media outlet for people looking to be purchasing into property. As it says here, that the low interest rates that are in Australia could push the housing prices up 30%. To add on what I said to you before in the last graph, this is when you want to be purchasing in this particular time. You want to be purchasing before the market goes up so that you can capitalize on getting that financial growth for you and then move on to the second, third or fourth property from there. But what you want to be doing is buying now so that you can get the 30% over the next 3 years. These are the things that you want to be getting. はい。ちょっとこのページは少しだけ背景説明が必要だと思うので補足しながらいきますと、オーストラリア金利、住宅ローン金利って、伝統的に高かったです。他の先進国と比べるとですね。私が最初にお家を買った2002年とかですね、住宅ローン金利 6% 台から始まって、そこからじりじり上がって 8%、1.9% まで上がったこともあるんですけど、今で言うと、3% いくかいかないかみたいなところになっています。公定金利ももともと 3%、4%、5% っていう時代が長く続いた後、今は公定金利自体が 0.5%、ほぼゼロ金利になっているというところがある。金利が下がると皆さん不動産価格が買いやすくなりますと、いうことで、不動産価格が上がりやすいということがあります。あとですね、コロナになってからオーストラリアですね、基本的に、コロナって資産バブルを起こしやすいタイプの危機なので、いろんな国ですね、日本の東京も含めて不動産価格がコロナになってさらに上がるっていう国が多かったんですけど、オーストラリアの場合ちょっともたもたしたっていう、ところがありましたけど、2021年になってからですね、やっぱりこの、いろいろな銀行とかアナリストとかその辺がオーストラリアの価格も今年からわっと上がり始めるっていう、そういう予測がたくさん出るようになりました。で、今回これリザーブバンクですから、オーストラリアの中央銀行みたいな場所ですけど、そこがこれから3年間で、この低金利環境の中で、不動産価格 30% ぐらい平均で上がるだろうという、そういう予測を出しておりますというところです。Okay, yep. Right. So as we saw on the last slide, the Reserve Bank set or expected property prices to go up to close to 30% if low interest rates prevail. What we have here is we have some of those banks and the banks that the Reserve Bank then sets everything to. So Reserve Bank sits above ANZ, NAB and Westpac. The three banks here have done very, very conservative figures where they think that Melbourne's going to grow 8% here. Melbourne's going to go close to 8% in the next year or over 2021. NAB saying that from 2021 to 2022, again, essentially a year, they're saying that it's going to be 9%. And then Westpac saying that it's going to be above 12%. So the next 3 years, they're expecting it to go to that 30% mark or potentially even higher. And this is the breakdown that some of the banks have done here. But again, this is a very, very conservative figure. ここに出ている ANZ とか NAB っていうのはオーストラリア4大銀行のうちの、3つなんですけれども、それぞれの銀行がこれからメルボルンでどれくらい不動産価格が上がるかという予測を出しておりますけれども、どこも軒並み 8% から 12%、年率 10% 近い、値上がりが当分続くだろうとどこも予測をしております。で、これ私の感覚値とも合ってるんですけど、私も鶴さんもですね、本当にウォッチしながら土地を仕入れながらやってるんですけど、本当に次の年になったら、土地が48万ドルから49万ドルに上がってたとか、タイミング、予約のタイミング逃せば49万ドルが51万ドルになった。そんな世界なんですよ。なんで、本当に今は土地の仕入れも上がっているし、円の価格も上がっている。
上がり始めている局面になりました。Yep, right. So this is an extremely important graph. For anyone that's any type of property investor, this is extremely important to know when to get into the market and when to make the most amount of money. A lot of people get into the market when the peak is approaching because they feel confident that the market is still going to go up. But a lot of people and the most successful people when it gets to property investing are starting to get into the market around here, when it's starting to recover and when it's rising. The Melbourne property market is currently in this rising market. This is where people can get the maximum. Yep. Oh, sorry. Looks like your voice, maybe the connection issue. Hello. 私の問題かな。すいません、皆さん、私の声を。鈴木さんの声は聞こえてますけど、向こうだけちょっと。ちょっとジョッシュだが、ちょっとなんか、接続の問題らしいです。この図はですね、基本、メルボルンの、プロパティサイクルというか、価格のサイクルですね。基本的に投資は、で、時計でいう6時から9時の間に参入した方がいいって言われています。で、今はもう本当に、メルボルンに関して言うと、ライジングマーケット9時ぐらいに、なるのかなと思いますけれども、すでに上がっているというですね。でも、この値上がりというのは、もう、当分続くだろうというふうに考えております。それはこれまでの価格推移とか、融資環境とか、それぞれの人々の、所得水準環境とか、その辺を総合的に考えたときに、はい、今上がっていて、これからも上がるっていう、ところかと思います。はい。So Peter, sorry, looks like Josh is reconnecting, right? Okay. もうちょっと時間がかかりそうですね。Hi, Peter. Peter, looks like you are unmuted. Hello. I'm unmuted now, correct? Okay, perfect. Yeah. All right. Well, whilst Josh is reconnecting, yeah, okay. I'll take over on the next slide. Okay, please. Yeah. So, do you want to share your screen? Or? I do. Just 1 second. Okay. Let's see if I have. Skylark presentation. Oh, that's good. So, looks like you. ヨシさんのが来ました。Okay, perfect. Yep. Okay. So, is that Peter's one? Yes. Am I? Yep. Okay, I'm moving so, yeah, would you be able to continue? Yep. Of course. Can you hear me now? Thank you. Yep. You're back, Josh. Cool. Sorry. Cool. Not sure what happened there. Sorry. Right. No worries. Yeah. So what this page here talks about is the land sales that are going on within the Melbourne area. So obviously, when you're building a house, you need a piece of land to build on it. So RPM is the largest land estate developer here in Melbourne, or land estate agent, sorry, here in Melbourne. And as you can see from there, in November 2020, they had 2,300 lots that were sold. In December, they sold 2,100 lots. In January, which is a slower month for Australia, given the Christmas holidays, Australia Day long weekend, it's a bit of a shorter month. They sold 1,900 lots. And in February, they sold 2,500. So this is simple supply versus demand, where you're going to see land prices are going to go up because they're selling them so quickly. So again, we talk about when should you be entering into the market. Entering into the market now is really important because land prices will continue to go up moving forward. こちらで出しているのはこのメルボルン
都市圏の、土地登記局が出しているデータで、それぞれの、月間にどれぐらい、土地の取引があったかなんですけれども、見ての通りですね、今、2021年2月というのが過去最高ですね。ざっくり言うと、ちょっとコロナで少し、買いが控えていた人が、今皆さんマーケットに戻って買いまくってるという状態で、これは実際、今、不動産取引に関わる弁護士、オーストラリアの弁護士、むっちゃくちゃ忙しいんですね。かなりもう、住宅ブームというか、購入ブームに近い状態になってですね。はい。その辺の状況がこの数字にも現れているのかなと思います。Yep, right. Okay. So to give you a bit of an understanding of Skylark Rise is a perfect little infill estate. So if you go to that next slide there, Pete, the perfect little infill estate. It's 217 lots, and we have the average land size of 373 square meters. So what we have is we're off the back of an already built residential area in two spots. So in front of us is an already built residential area, and then also behind us as well. So it's perfect for anybody looking to purchase there because land is limited and we have one of the only parts of land that is going to be currently built out in that area. OK。こちらがですね、このハーミテージホームズさんが自社で持っているこのスカイラークライズというですね、メルボルン近郊の分譲地ですけれども、全部で217区画あって、平均の面積は373平米なので、約110坪ぐらいの土地に、お家を建てていただくという形になりますけど、基本的にこのあたり、もう住宅で埋め尽くされつつあるような場所で、非常に住宅地としての利便性が高くなっています。です。Yep, right. So this slide gives you a really good representation of what I was just talking about. Behind the estate, as you can see, it's a really built up residential area, and in front of it, you have a large estate there. So you're about 35 to 40 k's from the Melbourne CBD. You've got the Toolan Creek, which borders the estate. You have the Melton Hockey Club, which is right across there. So that's about 250 metres away. You also have the Melton Athletics track. You have the Child's Care and Community Centre there as well. And then you have Bridge Road, which connects you easily to the Western Freeway, which takes you straight into the Melbourne CBD. こちら、大体、今、スカイラークラ分譲地の周辺の、大体こんな感じなんですけど、メルボルン中心地から大体35キロぐらい離れておりまして、電車もあり、高速道路もあり、非常に便利な場所で、分譲地周辺にでもですね、教育施設とかですね、コミュニティセンター系もすでにあって、これから増えていくというところです。Yep, right. 駅も2つ使えますというと。はい。So a few pillars on when and where are you buying are based on education, employment, public transport, shopping centres, and a raft of other things. As you can see here, there's 5 primary schools that are within a 3K radius. There's 3 high schools that are within a 3K radius, and there's also a university which is just down the road, which is in Werribee. So a fantastic location from an education standpoint with primary, secondary and tertiary educations. 結構この辺はですね、メルボルンの郊外にしては、基本、小中学校の施設が整っていて、半径3キロ以内に小学校が5校あります。中高は、3校あって、大学も、30分圏内に1つありますというところです。Yep, right. So here we have the Cobblebank Activity Centre. The Activity Centre is a business centre for people to go and work as well as socialise and a number of other things. The Activity Centre is huge for the community because it's going to bring a number of employment opportunities to the area. The other activity centres have been based in different parts of Melbourne where the population growth, the business growth, the economy growth has really boomed.
So to have an activity centre within a 2K radius of our estate is a fantastic opportunity for anyone investing in that. はい、こちらがですね、コブバンクっていうのが鉄道の駅なんですけど、これオーストラリアで珍しい鉄道の駅に駅ビルというか駅直結の建物で、まあそのコミュニティセンターとかカフェとか複合施設に、しているんですけれど、この駅が、このスカイラック分譲地からの最寄り駅の一つで、はい、ここにアクセスできるということは非常に、便利なことですというところです。Yep. Right. As we discussed before, having public transport close to the estate has been very, very important to us and one of the reasons why we purchased the estate ourselves. As you can see here, there's 2 train stations, not 1, but 2 train stations that are within about a 2K radius. We are smack in the middle between Melton South train station and also the Cobblebank station. Cobblebank station is where that activity centre is going to be. So 2Ks from there, there is the train station and the activity centre. And then there's also Melton South train station, which is just a short drive down the road. Both of these will get you into the Melbourne CBD and also some regional areas, which we'll go through on the next slide. はい。この分譲地からですね、まあ2キロ離れたところに2つ駅が、使える駅があります。コブバンクというさっきの、コミュニティセンターが併設された駅と、あともう一つメルトンという大きな駅ですね。この2つがあって、両方とも使います。オーストラリアの都市部も基本的に車社会なんですけれども、皆さん徒歩で駅に移動するというよりは車で移動して、駐車場に止めてそこから電車乗っていくというのが一般的なんですけど、基本的に2キロで、駅に着くというのは相当近い方です。私、オーストラリア住んでたんですけど、その感覚値として、車運転して3分、4分、5分ぐらいで駅に着けるというのは相当便利で、あとは、高速道路もあって、電車もあって、通勤に使えるということで、まあ、交通条件には恵まれている場所ですというところです。Yep, right. This image here shows us the amount of infrastructure and rail infrastructure that's going into the Melbourne location. As you can see, you have the Melton train station there, which is about 9 stops into the Melbourne CBD. That is now on the Melbourne Metro line. So very, very quick access, short time frames from Melton into the CBD. As you can see by the Sunshine Super Hub, you'll be able to go from Melton to the Melbourne Airport and the Eastern Corridor, as well as going from Melton to Sunshine and then to Geelong, which is another major employment hub and another city that's growing within Melbourne. And then you're also able to go to another regional area called Ballarat, which is another huge employment opportunity. So being smack in the middle of all of those locations, airport, CBD, Geelong and Ballarat, again, is that really fantastic opportunity and why we've focused and bought an estate in this location. こちらの図は鉄道の図でですね、まあ、現在あるものと、これから、まあ、建設予定のやつ、両方入っています。この今、サークルしているところがメルトンの駅です。これ大きな駅で特急が止まるんですけど、メルボルンの都心まで駅の数で9駅目です。で途中のサンシャインという場所からですね、この空港を通って、メルボルンの東側の、地域に、行くような鉄道も新設されているので、まあ、基本的にこの都市の各方面に電車でアクセスしやすくなる場所です。Yep, right. A major thing for anyone looking to invest or buy and own property is making sure that there's shopping centres for people to get food and groceries and retail outlets to get clothes and a number of other things. We're within 5 minutes of 2 major shopping and retail outlets, one which is called Woodgrove and the other which is Coburn Shopping Centre. As I said, both of these really large retail outlets with shopping centres, food outlets and a number of other things. But again, located 5 minutes within the estate. はい。これも結構真新しい商業施設ですけど、分譲地から車で5分以内に2つ、このタイプのショッピングセンターがありますというところです。はい。Okay. The new Melton South Hospital is a major development that's going on within Melton. This is a $75 million project that's going to be located near the Cobblebank station. So touching on that again, you're going to have Cobblebank station, the activity centre, and this new hospital that's going on in that location. It's expected that the new hospital is going to create over 3,800 jobs
ongoing for that particular area. So as we discussed before, you want to have employment, you want to have public transport, you want to have retail outlets and shopping outlets. Melton South really has that now with everything that's going on. And now with this, you're going to see that employment, that spending, that job growth, all going on within the area as well. はい、この地域にもこの大きなですね、新しい病院ができます。ニューメルトンサウスホスピタルという、病院。これも、さっき、駅に、施設が、国語施設が、併設されるコブバンクの駅の近くにあります。ここに大きな病院ができて、雇用機会としても大きいですしですね、基本的に病院というのはこのエリアの価値を上げる、非常に大きな施設に、なりますということです。Right? Okay. As well as the connectivity between the rail section with the Melbourne CBD and the Eastern Corridor, the East-West link and the West link upgrades is a $12.8 billion project that is assisting and helping people from the Western Corridor easily accessible to the Eastern Corridor as well as the Melbourne CBD. So now we have rail upgrades and road upgrades to make it much, much easier for people living and working or living, in Melton and then working in the CBD. Being the fact that it's 35 k's from the CBD, this is going to make that travel time much, much quicker. はい。こちらがこれ道路の話になりますけど、基本的にメルトンという場所はメルボルンの西側にありますけど、基本東側の方が発展してきた街なんですね。はい。で、そのメルトンの方から、道路で、これ地下トンネルとかも含めて新しく高速道路ができて、東側に出られるようになる建設工事中なので、基本的にメルボルン都市圏内のどこにも車でもアクセスしやすくなる場所です。Right. Okay. We spoke about population and demographics and all of that sort of stuff, and that being a key factor. The city of Melton as of 2018-19, as the whole city, which encompasses the Shire, essentially, or the zone, has 173,000 people. The city of Melton grew by 5.2%, which was the second largest municipality, in Victoria. So the second largest zone or shire that has in Victoria, which means that there's more people moving there, but much, much more to come with what we've just shown you on those previous slides. With the population projections of the city of Melton going to 485,000 people by 2051. That makes it larger than the current size of Australia's capital city, which is Canberra. So Canberra today and Melton in years to come Melton will be the same size as Canberra today. So there's huge amounts of growth and huge amounts of population, employment, and a number of other things going into the area. So talking on why is now the best time to be buying, these are all of the facts and all of the reasons why. このメルトンのエリアですね、メルボルン西部全体がこの人口急増地帯です。やっぱメルボルンの中で都市が大きくなってきて、で、かつ人々が戸建てのエリアを変えるエリアということで、ここに、皆さんが家を買っているということなんですけど、現時点での人口、市の人口17万人が、年率 5.2% というすごい勢いで人口増加をしています。オーストラリアでも屈指のスピードですけれども、今17万人いる人口が、あと30年経った2051年に48万人になる、2.5 倍ぐらいになると、見込まれています。はい、大都市になるということで、はい。首都のキャンベラも48万人ぐらいなので、それと同じぐらいの都市になると、予想されております。これです。Yep, right. So this gives you a really good understanding of what the Melton city is currently going through and the huge amount of population growth. So in April 2011, this is when the photo was taken. Pete, if you could hover over Skylark Rise there. So where Pete's hovering over now, that is the estate there. So when we talk about how quickly Melton is growing, this is a photo from 2011.
今ですね、このサークルしているところがこのスカイラークライズのですね、分譲地の場所なんですけど、これが10年前の2011年にどんな状態だったかというと、こんな感じですね。メルトンの駅を中心に既存市街地があるけど、あとは基本的になんか馬がいるようなですね、いる場所でした。私も2016年とかに行ってるんですけど、メルトンに行く途中はもう本当に何もない馬が歩いてるの、牛とかがいるような場所で通って、突然メルトンの市街地が出て人が出る、人がいるみたいな、そんな感じの世界でした。というところです。Yep, right. So this is an image of 2015, and as you can see, not a hell of a lot has changed. The estate on the right-hand side, has just begun. And the estate on the left-hand side, directly behind us, is starting to get more houses that have been built. But as you can see, there's still a lot to go on within the particular region, and where our estate is again perfectly positioned for that potential growth, and you'll see why on the next slide. はい。こちら2016年時点ですね。これがメルトン大発展というか、大開発が始まりつつある時の写真です。この、分譲地のちょっと東側、これ、コブルバンクの駅に行く途中のところに家が立ち始めたり、分譲地周辺に家が立ち始めたりっていうのが、このつい5、6年前の状態でした。この時に私実際見てるんですけど、はい。さっき言ったような状況でした。というところです。はい。Right. So as you can see here, from 2015 to February of this year, 2021, how much has gone on within that area? These are all people that have moved to the Melton CBD, and this is where the population growth has continued to go higher and higher and higher. As you can see from where Pete's pointing now to our estate, we are an infill estate where there's not much land left. So when there is no supply, when there is no land left, the prices will increase. And again, this is why we've been extremely strategic on when we purchased the land, the area that we purchased in. We knew that there was going to be train stations, a number of other things go on there, and we knew that the population was really going to grow. So this is a fantastic opportunity for anybody that's looking to get into that market because of where it's located. And as you can see, the surrounding areas are currently being built. So that property price increase is definitely going to be happening in our state. これがもう今の状態ですけど、この分譲地周りはもう家で埋め尽くされている状況ですと、本当住宅地になりました。で、こういう状態って土地の価格がすごく上がりやすいというのはもう見てわかると思うんですけれども、この状態の土地を買って、今はなんとか50万ドル以内で買える最後のチャンスだというところです。土地の値段はすぐ上がります。というところです。Right? Okay. So finally, to give everybody a bit more of an understanding of the next steps. So what you do is you speak to Mr. Suzuki and his team. You go through the process. You fill in an EOI form, which is for us to create contracts. It's the information we need. You need to put $1,000 holding deposit down, Australian, that is, $1,000 holding deposit down required to hold the land because that we're selling so quickly. We select the house design, and then we go to that contracts and then that build phase. So this is the process that we would work towards. And obviously between our two businesses, we're extremely excited to be working and building for as many of you as possible. こちらがですね、購入プロセスなんですけど、私も買ったばっかりなのでちょうどやっておりますけれども、基本的に、買い付けというか、予約フォームを出して、そこに1000ドルの、オーストラリアドルで、送って、物件を抑えますと。はい。それで、売買契約をやって、いくつかそのオプションがある、そのハウスデザインを決めてですね、契約周りをやって、はい、決済をした後に、建設が始まるというところです。この辺はもう、細かくは私の方で、はい、サポートできます。ところです。はい。Okay. I think the last one, right? Yeah, so what I'd like to do is, can you see the packages? No, you may need to share. Yeah, this one. Yeah. 今回のですね、リモのですね、はい、のお話をします。Right, thank you. Yep. So this is a fantastic design that we have. So this is a 4-bedroom, 2-bathroom, single garage design.
has an island bench, it has its own separate laundry, but as you can see here, the price is extremely competitive. So this is $498,000 with everything included, with your driveway, your landscape, and as we said before, this is the fixed and final price for a house and land package. So this is, again, just a little bit bigger design that Pete is showing. So it's perfect for tenanting out. We build our designs based on the rental market, and we're confident that this will get a really good rental yield for anyone looking to purchase. これがですね、今回の一押しになりますけれども、土地建物込みの価格が50万ドルを切ります。49万8500ドルです。土地が315平米、建物が168平米で4ベッドルームある。で、私が買ったのもこれと全く同じ家なんですよ。タイプが同じもので。私は場所が違うので、52万いくらで買ってますけど、こっちだと50万ドルを切るというところで、はい。非常に良いかと思います。はい。ガレージ付きです。はい。Right. Okay. Yep. Fantastic. So if there's any additional questions or anything like that we can help with, obviously, please feel free to ask. Yeah, before that, I could say, me, I want to share just some screen. Okay. ちょっと、すいません。最後に、鶴さんの方から一言だけなんかあるようです。はい、今見えてますでしょうか。はい。はい、ありがとうございます。サクッとやってます、サクッとね。はい。はい。はい。もう、何回もね、聞いていただいた方はご存知の通りですね、鈴木会長が言われた通りです。人口集中がある。それから空室が非常に少ない 2% 台。それから人口集中、教育に良くて、暮らしやすいということで、オーストラリアの不動産をしていただいてますが、オーナーに有利とか、経年で、金額が上がり、家賃が上がるというところで、旨味があると思います。次のページですね。はい。はい。ごめんなさい。OK。はい。はい。次で、なぜメルボルンかというところですけども、2人からちゃんと聞いていただいた通りですね、今後も発展が見込まれるロケーションである。メルボルン自体はですね、シドニーを超えて今シドニーが一番人口多いんですけれども、メルボルンに抜かれるのが何年になるかという、そういう予測がされています。それで、メルボルン自体もですね、7年連続で世界で一番住みたい都市に選ばれたことがあるほどの人気の都市で、今でも本当に人気があります。でですね、賞もたくさん取ってる、有料物件で、いいデザインで、これはですね、将来性を考えるととても大事なことです。そしてですね、ちょうどオーストラリアの経済が去年の一旦落ちたところからのV 字ですね、上がってるところなので、ぜひ皆様には、上がる前にお届けしたい。もう、16%、20%、30% って上がるというふうに予測がですね、報道されているので、取り合いの状態です。で、もう、ちゃんとここが、この建築会社が持っている土地なので、価格は抑えめで、さらに安全供給というのが、今回、自信持ってお届けできる理由ですね。それからサービスとしてはホテル宿泊付きなのと、管理とかはですね、いつもの通り私どもでいたしますし、融資はですね、鈴木会長のところでぜひ皆さんご利用されてみてください。で、わらしべ長者の実現ができる国であることなどもですね、分かっていただけたらと思います。はい。はい、こちらがですね、まず、ファイナンス、順番ですけれども、ファイナンスご確認ということと、それぞれの業者をこちらからですね、ご紹介ができます。はい。でですね、日本にいてもですね、安全に管理ができるように、万全に私ども現地ででもですね、もう見守っておりますし、弊社の特徴ですけれども、鈴木会長もですね、一番いい例です。今回3件目ですけれども、弊社から2件ご購入いただいてます。で、今こそがメルボルンを買う時だよということでですね、
ぜひですね、1件買ったところからその担保価値を使ってその次をということでつなげていただければいいんじゃないかなと思います。アジア太平洋大家の会の方々もですね、5件持ってらっしゃる方ももういらっしゃいます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ちょっと私の方からサポート料体系にのことを最初から言いますけど、基本的に鶴さんと私とで協業してサポートして皆さんのお手伝いしますけど、払い先は私の、IPA ですね、国際不動産エージェントだけでいいです。で基本は購入サポート料として、売買契約をして、権利が確定をした後で、だいたい4から 5% の間ですね、契約価格の。これは価格次第で、減しますけれども、それをサポート料として弊社に払っていただきます。で融資を使う場合は、この融資額の約3%、3% ちょっと割れるぐらいが、融資の、コストになります。で、これは融資、実行がされた後に、請求いたしますというところでした。です。